ようございます。ミントです。みなです。7月21日火曜日、海外テックニュースです。今朝は8本お伝えします。トップは中国発の新しい AI モデル君 K3 にアメリカの AI 業界が反応しているという話です。今日のラインナップです。中国発の新しい AI モデルの話から AI の安全網づくり、実区競争、企業や政府との摩擦、そして懐かしい動画企画の話まで盛りだくさんでお届けします。それでは1本目からです。 LA タイムズと AP 通信によりますと、中国のスタートアップムーンショットが7月17日頃新しい AI モデル君 K3 を発表しました。 AI モデルを評価するプラットフォームアレナは今年最大級のリリースかもしれないと SNS で評価していて、コーディング関連ランキングで君 K3 が首位になったとしています。この発表は上海で開幕した WAIC 世界人工知能会議で習近平国家主席が開会挨拶をする直前というタイミングでした。バンク・オブ・アメリカのアナリストが7月20日付のリポートで伝えたところでは、君 K3 の利用価格は中国発 AI モデルとしてはこれまでで最も高い水準ですが、それでもオープン AI の高性能モデル GPT-5.6 ソルの半額程度だということです。去年のディープシークショックみたいな話ですか？結局君 K3 は本当にすごいんですか？実際ディープシークの時と比べる声もあって、アナリストのパトリック・ムーアヘッド氏は SNS でディープシークの時と驚くほどに過剰反応だとしつつ、アンソロピックやオープン AI の収益を圧迫しかねないと指摘しています。一方でアンソロピックは2月、ディープシークやムーンショット、ミニマックスといった中国の AI 企業がクロードの出力を使って自社モデルを鍛える上流という手法で能力を不正に抜き出していると非難していて、中国側はこの指摘を根拠がないとしています。ムーンショット自身は公式 X で7月19日、需要が計算資源の上限に達したとして新規契約の受付を一時的に停止したと表明しました。重みの完全な公開は7月27日頃になる見込みだと伝えられていますが、7月21日時点でハギングフェイス上に君 K3 の重みは公開されておらず、アレナ以外の第三者機関による幅広い検証もこれからです。続いてはその君 K3 が発表されたのと同じ舞台、上海の AI 見本市の話です。 NBC ニュースによりますと、7月17日から上海で開かれている WAIC 世界人工知能会議には数十万人規模の来場者が集まり、多数の人型ロボットや警備にあたるロボット、半導体を並べた展示などに注目が集まっているということです。開幕にあたり習近平国家主席は AI の発展は一国だけの独創であってはならず、世界協調による公共局であるべきだと述べ、国際協力を呼びかけました。会期中にはファーウェイが新しい AI 向け計算システムアトラス950を展示していて、 NVIDIA などからの AI 向け半導体の輸入が制限される中で、中国が自前のハードウェアを積み上げていることの表れだと LA タイムズは伝えています。なお NBC ニュースは会場の一部で屋根が崩落する事故も起きたと報じていますが、原因や被害の詳細はこの記事の時点ではまだ伝えられていません。見本市の規模がすごいのは伝わるんですけど、ロボットや半導体をたくさん展示されると日本にいる私たちにも何か関係してくるんですか？直ちに日本の利用環境が変わる話ではありませんが、先ほどの君 K3 の発表がこのタイミングだったことからもわかるように、 AI 開発で存在感を示そうとする動きがモデルだけでなくロボットや半導体といったハードウェアの展示にも現れているということです。実際ムーンショットも AI 向け半導体を手掛けるファーウェイと提携関係にあると LA タイムズは伝えています。ただ屋根崩落事故の原因や展示された技術がどこまで実用段階にあるのかはこの記事の時点ではまだ分かっていません。続いては AI の安全性をめぐる新しい提案の話です。 LA タイムズ経由のブルームバーグ記事によりますと、 Google ディープマインドのデミス・ハサビス CEO が先週ブログ記事で、最先端の AI モデルを公開する前に厳格な試験や審査を行う新しい国際的な監視機関の設立案を発表しました。金融業界の実施規制の仕組みをモデルにしていて、審査を担うのは独立した技術専門家、資金は大手 AI 企業が拠出し、審査期間は最大30日間とすることなどが盛り込まれています。オープン AI のサム・アルトマン CEO は思慮深いと、テスラのイーロン・マスク氏は議論の出発点として良いと、それぞれこの提案を評価するコメントを寄せたと LA タイムズは伝えています。ハサビス氏はアンソロピックのミソスというモデルが持つ高度なサイバーセキュリティ関連の能力を社会への警告だと捉えたことがこの提案を公表する決め手になったと語っています。オープン AI の
トップとテスラのイーロン・マスクさんが両方ともこの提案を褒めてるんですか？珍しくないですか？はい。ハサビス氏自身、アンソロピックのダリオ、アモデイ CEO とも事前にこの構想について話し合っていたとしていて、アモデイ氏が別に提唱しているアメリカの航空当局のような専門機関を作るという案とも十分に両立すると述べています。ただ、この提案はまだブログで公表された段階で、実際に制度として実現するかどうかは分かっていません。ハサビス氏は来週ワシントンで制作担当者との協議を予定しているということです。続いては AI を動かすチップの競争についてです。 DNBC によりますと AMD が7月20日 GPU と CPU ネットワーキング用のチップを自社製品だけで組み合わせた初めてのラック型 AI システムヘリオスを発表しました。すでにメタ、オープン AI、オラクルが導入企業として名を連ねていましたが、今回新たにマイクロソフトも顧客に加わったということです。出荷は今年中に始まる予定だと CNBC は伝えています。 AI の計算に使うチップってほとんど NVIDIA 一強のイメージだったんですけど、状況が変わってきているんですか？ AMD のヘリオスは AI 向け計算基盤の分野で NVIDIA が強い立場を占めている状況に対抗する動きの一つだと CNBC は位置づけています。マイクロソフトのような大口顧客が実際に採用を決めたことは選択肢が増えつつあることを示す材料と言えます。ただ、性能や価格が NVIDIA 製品と比べて具体的にどうなのか、メタ、オープン AI、オラクルでの実際の稼働状況がどうなっているのかはこの記事の時点では明らかにされていません。続いてはオープン AI をめぐる訴訟の話です。 AP 通信や CNBC、テッククランチによりますと、アップルは7月10日オープン AI を相手取り営業秘密のセスと契約違反を訴える訴状をカリフォルニア州北部地区の連邦裁判所に提出しました。訴状によりますと、アップルの元従業員2人が現在オープン AI に所属していて、未発表のハードウェア製品に関する機密情報や技術仕様を持ち出し、オープン AI 自身の AI ハードウェア機器の開発に利用したとアップルは主張しています。訴状によれば、アップルは今年2月の時点でこの懸念をオープン AI 側に伝えていましたが、オープン AI から返答はなかったとしています。訴えられた側のオープン AI はこれについて何か言っているんですか？はい、アップルの広報担当者は提訴当日 AP 通信の主催に、私たちは常にチームの努力と成果を守り、そのために適切な手段を取ると述べました。オープン AI も提訴直後は他社の営業秘密には関心がないとテッククランチに述べていましたが、テッククランチによりますと7月14日にはこの訴えに根拠があると示す証拠は把握していないとより踏み込んだ声明を出しています。この訴訟は7月10日に提訴されたばかりで、裁判所としての判断はまだ出ていません。アップルとオープン AI はもともと2024年、チャット GPT を Siri の機能を補う形で iPhone に統合するために提携していましたが、その後お互いに独自の AI 機器開発を進める中で、関係が競合寄りに変化してきていたと AP 通信は伝えています。続いてもオープン AI 絡みの話ですが、今度は政府との摩擦です。アクシオスによりますと、トランプ政権の高官がオープン AI で戦略担当を務めるディーン・ウォール氏の中国製 AI モデルの規制をめぐる発言を公然と批判する一幕がありました。発端はウォール氏が自身の X 投稿で、米政権は中国製 AI モデルの利用を規制で難しくする方向に進むだろう、それが政権にとって最善の戦略になり得ると述べたことでした。ホワイトハウス外部の AI 顧問デイビッド・サックス氏は、ウォール氏が自分の勤務先であるオープン AI に有利な規制を求めているのではないかと疑問を投げかけ、国防総省で研究エンジニアリングを担当するエミル・マイケル次官を X でウォール氏を名指しして強い言葉で批判しました。批判されたウォールさんの方は自分の発言についてどう説明しているんですか？はい、タイムズナウによりますと、ウォール氏は週末に X で、自分は2週間足らず前にオープン AI に入ったばかりで、これがテック業界での初めての仕事だとした上で、自分把握まで政権が実際にどう動くと考えているかを説明しようとしただけだと釈明しました。アクシオスはこの対立がオープン AI と政権との関係に影響しうると指摘していますが、7月21日の時点で政権側からの追加の公式コメントは確認できておらず、今後どう展開するかは分かっていません。続いてはAI の電力消費をめぐる発言の検証です。アメリカの政治家の発言を検証するメディアポリティファクトによりますと、トランプ大統領は7月8日の NATO 首脳会議で AI 産業について
アメリカ全体が今生産しているよりも多くの電力が必要で、ほとんど2倍だという人もいるという趣旨の発言をしました。ポリティファクトが確認したところ、エネルギー省傘下のローレンス・バークレー国立研究所が6月に出した報告書では、2030年時点のデータセンターの電力需要はアメリカ全体の電力消費の 9.5% から 15.3% 程度だとしています。複数の予測の中で最も高いボストンコンサルティンググループの去年11月の試算でも、2023年時点のアメリカの総発電量のおよそ4分の1にとどまるとされています。じゃあアメリカ全体より多い、言い過ぎだったってことですか？ポリティファクトは複数の信頼できる予測をもとにこの発言をほとんど誤りと判定しています。データセンター向けの電力需要が今後大きく伸びていくこと自体は複数の研究機関が共通して見込んでいますが、それでも国全体の生産量を上回るという水準には程遠いというのがポリティファクトが確認した専門家たちの見立てです。エネルギー政策の専門家ブレンダン・ピアポント氏は、データセンター需要がアメリカの総電力需要を上回る、あるいはそれに近づく道筋は見えないと述べています。ホワイトハウスはポリティファクトの取材に対し、この件についてコメントしませんでした。最後は懐かしい動画企画の話です。技術系メディアのフォロニックスが7月19日に伝えたところによりますと、動画アスク企画 MPEG4 パート2に関する最後の特許が7月19日付で世界のどこでも執行したということです。ライセンス管理団体が確認した最後の1件は、ブラジルで登録されていたシーメンス社の特許でした。MPEG4 パート2は2000年代に RivX や XBit といった動画形式で広く使われていた企画です。難しいです。RivX とか XBit って聞いたことあります。特許が全部切れると何が変わるんですか？特許が世界中で完全に切れたことで、FFmpeg のような無料の動画ソフトや Linux ディストリビューションがこの企画の実装や配布に伴う特許リスクを気にせず組み込めるようになります。なお、より新しい H264 については2027年11月に全部切れるという見方もありますが、ウィキメディアのメタ、ウィキ上で有志が整理している特許一覧によりますと、2030年まで残る継続特許があり、それが実際に必須の特許かどうかは意見が分かれていて、H264 についてはまだ完全に決着した話ではありません。今日お伝えするニュースは以上の8本です。今日は中国発の新しい AI モデルの登場から、AI の安全網づくりの動き、チップ競争、企業と政府それぞれとの摩擦、そして電力需要をめぐる発言の検証や懐かしい動画企画の話まで盛りだくさんの一日でした。どのニュースも発表された内容と実際に確認された事実を分けてみることが大事だという点は今日も共通していたかもしれません。気になるニュースがあれば高評価やチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。以上、海外テックニュースをお伝えしました。みなとミントでした。